今セキュリティリスクさまざまなものがありますが、世界中を騒がしているランサムウェア、またサプライチェーン攻撃、ビジネスメール詐欺というのもとても大きな問題になっているというふうに思います。ランサムウェアを皆様もご存知だと思いますけど、マルウェアがデータを暗号化してしまって見えなくしてしまう、身代金を要求してくる、またさらにはデータを流出させて欲しくなければもう一回身代金を払ってくれと。でサプライチェーン攻撃はソフトウェアのアップデートにマルウェアを仕込んで、ソフトウェア上でさまざまなソフトウェアに対しての悪影響を及ぼす。それがソフトウェアのサプライチェーンの攻撃で、もう一つは物理的なサプライチェーンの攻撃もあるというふうに考えていて、サプライチェーンの会社がランサムウェアに攻撃されて閉じてしまったということがあります。ビジネスメール詐欺に関しては実際のお金が動いてしまうとても重大な問題でして、メールを返して振り込みをしていけないところにお金を振り込んでしまう40億円などの被害も実際に欧州とかで出てますので、大きな問題だというふうに思います。セキュリティのリスクの中で経営層も今のところまだ何を守ればいいのかっていうところが見えてないのではないかなというふうに思いますので、何を守るかを第一に決めていき、次のステップとしてどのように守るかというのが課題ではないかなというふうに思いますね。現在セキュリティ投資は日本海外問わずにとてもタクティカルになっていると思います。もう少し戦略的に投資をしていかない限り、一つの問題だけを解決するポイント製品やサービスに頼ってしまいがちになってしまう。長期を見据えて投資をするのはビジネスの中では普通のことだと思います。IT 全般も言えるかもしれないですけど、特にセキュリティに関しては長期を見据えた投資がまだできていないのかなというふうに考えています。例えばランサムウェアにやられた、今すぐ何とかしなければいけない、じゃあランサムウェアに、の対策のソフトウェアをじゃあ導入しましょう。それはいいんですけど、そこで止まってしまう。だったら違う角度からセキュリティの問題を把握して理解することによって、もしかすると一つの製品でランサムウェアの抑え込みもできるけど、1年後のプロジェクトも2年後のプロジェクトもその一つの製品でカバーできる可能性があるものがありますので、そういったものを見ていく必要があると。何をどう守るかということを理解した上で投資をしていくと、今出すお金がちょっと高くなるかもしれないけど、長期的に見るととても安価な買い物になるのかなっていうこともありますんで、見える化、何を守るかが必要になってくると。であと最後に、どうしてもビジネスなんで ROI、リターンオンインベストメントがとても重要になってくるんですけど、セキュリティの世界って実はとてもそれが難しいというのが現状あります。例えば保険を買った時も何もなければ保険は掛け捨てになってしまう。実はセキュリティも同じなんですけど、指標として何ができるか、実は監視をしているとどこをどのように攻撃されているかが見えてくる。で毎回阻止してるわけですから、その阻止した一つの攻撃がじゃあいくらなのかということを考えることによって ROI っていうのを導けるのではないかというふうに考えますので、戦略的に投資をすることによって今を守ることももちろんできますし、これからの投資を守っていくことも可能になっていくのかなというふうに思います。DX の推進、 IT のプロジェクトの推進というのは3つの要素があると言われています。人、プロセス、テクノロジー。 DX はあくまでもテクノロジーの一部だというふうに思っていますが、やはり一番重要なのは人。特にセキュリティをやっていて、人がどのように動くかによって結果が変わってくるというのがいくつもの例があります。例えばセキュリティの攻撃が成功するのも、我々の DBIR という、レポートの中に人の要素が60% 以上というふうにも言われているので、人が一番重要になってくる。攻撃をされる時でも人がクリックすることによってその攻撃が成功してしまう。それを抑えるためのサッシーだというふうに思っています。なので情報資産というのは何を守るべきかということをまず定義をした。次のステップとしては、じゃあ誰がその情報資産にアクセスできるのか、でいつアクセスできるのかなども設定することによって、まずはアクセスしていけない人がその情報資産にアクセスするということはなくなりますし、アクセスしなければいけない人がきちっとアクセスできるようなことを保証していくというのがサッシーだというふうに考えていますので、情報資産を守るということは実は人を守っているということにもつながりますので、人、
プロセス、テクノロジーのところで考えると、サッシーはあくまでもテクノロジーの部分だけど、全てのところにおいてプロセスでさらには人を守っていくというのがサッシーの役目ではないかなというふうに考えます。